N シック株式会社代表の木倉と申します。よろしくお願いします。私の方からは、産学官連携によるもみ殻の有効利活用プロジェクトについてご説明いたします。ちょっとすみません、お飛ばします。まず問題背景なんですけれども、現在年間1000万トンの米が生産される過程で、その 20% にあたる200万トンのもみ殻が排出されます。で、その利活用の、状況なんですけれども、暗渠資材であるとか飼料、あと肥料などに利活用されているんですけれども、実質は価格がつかない無償扱いされております。またそれ以外の 35% が何らかの形で処理されているんです。されております。で、一昔前まではこのような形で野焼きされるような光景がよく見られたんですけれども、現状は煙や匂い、また有害物質発生などの問題により、社会的な側面から行われなくなってきております。で、結果として産廃処理されておりまして、その金額はおよそ5億円弱で、一例としまして、大体500万から2000万円ぐらい処理負担している JA などもあり、非常に問題となっております。一方で、もみ殻には多量のシリカ分が含まれておりまして、その中でも植物性、結晶化していない可溶性であるシリカに価値があることが広く知られております。また、これまでの世の取り組みとしまして、発電目的で使われている事例などもございますが、燃焼時におけるクリンカーの発生による、燃焼障害、また廃残渣の処理、また有害物発生などにより普及には至っておりません。よって、これまでさまざまな研究がされてきたんですけれども、大規模に発生する問題に対して燃焼障害と灰の処理の2つを解決しないと、ビジネス化は不可能ということが言われてきておりました。で、そこで、我々の取り組みとしましては、集積されるもみ殻を、処理炉の方で、熱処理することで熱エネルギーと結晶化していないシリカを抽出しまして、そのシリカは農業肥料として活用することで土地に返していく。また工業分野やその他の分野での利活用も期待しております。そこで、昨年の5月ですけれども、地元の JA の施設の中に、実証プラントの方を導入しまして、昨年の8月から、実証実験の方を今行っております。ここでポイントなんですけれども、焼き方というか処理の仕方によって出てくるシリカ灰の性質が大幅に変わることです。こちらのグラフの通りで、400から600度という温度域で燃やすことで有益なものを取り出すことが可能となります。そこでなぜ我々がそういうことができたのか。我々は、工業炉という分野で、熱処理炉というこういったプラントを取り扱っているんですけれども、その温度制御というところの知見が生きたというふうに考えております。でまた、産学官連携といった形で、事務局として、地元の、射水市さん、あとは地元 JA および我々が連携をしまして、協力団体としまして、各種学術機関や、その他民間企業と連携しながら試作試験の方を重ねております。では最後にビジネスモデルなんですけれども、我々Nシックとしましては、入り口である設備の販売事業、出口であるシリカ灰の販売事業との二軸を考えております。また、設備の販売の部分なんですけれども、マトリックスに置くと、公共民間および農業系、非農業系といった形で散りばめるとこのような形になるんですけれども、さまざまな可能性を探っております。また、ビジネスの出口の部分、シリカ灰の利活用なんですけれども、それもさまざまな分野でシリカ今使われているんですけれども、現在さまざまな会社様と今試験の方を行っており、また、当初の目的であります農業肥料に関してでいうと、農林水産省様と今会話を行いながら、2、3年をめどにした肥料化登録に向けて活動しております。最後になりますが、農業関係者どなたにヒアリングしても一様にもみ殻の処理問題には困っております。
で我々としましては、実証プラントも今、稼働し始めたっていったところが最大の強みではございますので、本年が、普及に向けた、初年度として、普及に向けて活動していきたいと思います。ありがとうございました。はい